もうなんか料理人みたい。料理人ですか。お願いします。親子丼ですね。親子丼はアドバイスなしでいきます。いける？もう何回も作った。何回も作った。さすが。しかもこう何回も作るし、学生の頃はだいぶ好評だったね。学生の頃は好評でした。本当。学生にもそのちゃんこ長っているの？いや、ないですね。あ、ないんだ。他の高校は分かんないですけど、うちの高校はあれっすね、相撲部だけの寮じゃないんで、なんか給食のおばちゃんみたいな人います。ああ、そういうことか。逆にいつ作るの？そういう。その寮が3日以上休みだと閉寮ってなるんですよ。寮が閉まっちゃうんで、はい、その時はもう相撲場で寝て、ご飯作るのは相撲場でやってますね。合宿みたいな感じで。ゴールデンウィークとかは、ああ、だから長期連休とか。長期連休とかはもうやってないんで。っていうか長期連休もじゃあないんだね。ないです相撲が。力士より休みなかったっす。週1で休みって決まってなかったんで今のがあるぐらい。今の方が休みはです一番中学がきつかったですね。でもとにかく体作り。クールがしんどい。相撲中学からだっけ？いや、小学生からです。小学生かで、小学校の時は、超緩いクラブだったんで。まあ部活ではなくクラブで。そうっすね。みんながサッカーやってる間、俺らは相撲やってます。昔から好きだったんですよ。そうっす。見るのとか全然好きじゃなかったんですけど、やるのが好きだったです。誰の影響？でも全然なんか、あれです。幼稚園の時に相撲好きな先生がいて、で遊びで始まったんですよ。そしたらなんか強くて、勝ってると楽しいじゃないですか。なるほど。で、勝っちゃって、でそのまま小学校クラブ探してみたいな。天才かもしれないけど。たまたまその時からだっけ？小学校が一番強かった。成績良かったです。本当。最高。小学校が全国2位ですね。個人全国2位か。すごいね。いや、小学校の時の方が丸かったんですよ。身長なかったんで、ご飯食べるのも大好きだったんですよ。で今でいうカズマさんみたいな感じだったんですよ。今で言うね。でめっちゃ食わされるじゃないですか、中学とか行って、そこからご飯が嫌いになってます。なるほど。最近やっと好きになってきました。あ、いいね。無理やり食わされることないからね。そう。立浪はそんなに厳しくなかった最初？いや、やっぱ最初は戸惑ったんですけどね、いろいろルールとか。まあそうだね。なんか相撲力士独自のルールみたいなのあるじゃないですか。着物着ないといけないとか。そういうのにちょっと戸惑ったんですけど、でも団体生活は成り立ったんで。そうか、もともとやったもんね。ヒロさんとかいたんで。あ、確かに。知ってる人がいるとね。そういう人いるのでかいですよね。中学から一緒なんで。で、カズマ君も多いし。そうそう、カズマさんも入ってきて。そうだね。生活しづらいしやすいですよね。昼寝しないか頭が。昼寝大事っすよ。今日昼寝しないもんね。カズ絶対昼寝ちゃんとするタイプだから。正解だったんじゃないですかね。まあね。楽しいし。ヒロ君も優しいし。変わってなくてよかったです。番付上がると変わる人とかいるじゃないですか。まあそうだね。ヒロ君変わんないね、本当に。やっぱり使うと調子乗っちゃう。ヒロ君ありがとうね。ありがとう。カズとまだ OK がない。上高校の時膝同じ怪我してる。そうなんだ。非常に1年ぐらいそのとおりなんですね。痛くはないですよ。歩くの怖くなってなんかそのガクガクしちゃうんで。ちゃんと治療をして1年かけて。そうですね。あれはしっかり治るっすからよかったね。もう相撲ができませんみたいなぐらいになっちゃうと。いや、本当なんかそんな嫌っすよね。ちゃんとやりきりたいですよね。そうだね。上がれなかったとしても。2場所連続負け越しちゃう。そうかそうか。十両に近づいたからって別に稽古の内容を変えてるとかはない？一番ないっすよね。本当？もうずっとやることやって、そうっす。ちゃんと寝て。今日寝れなかった。今日寝る。
きやすいこれ。よいしょ。もういい匂いだ。絶対高いっすよ。中学時代もさ、あ、ヒロ君はそんなに料理しなかった？ヒロさんは料理しなかったです。ヒロさんの料理甘かった。そういうのちゃんと順番で回るんじゃないの？なんか一応中学もほぼ先生が作ってくれてたんですよ。ああ、そうなんで週1でなんかその生徒が作る日とかあるんですけど、でもう一人いるんですよ、先輩に。チコロナの部屋にいるんですけど、その人が料理好きで、その人はよく作ってた。あ、そうなんだ。自分とヒロさんはあんま料理する機会がなかったです。そういう人がいるとね、そうなんです。いや甘えちゃうんですよ。面白いよね。今でいうカズマさんとああ、そういう人もそういう人で、まあ大事っすけど、やっぱ甘えちゃうっすね。でも料理も嫌いじゃないだろうし、やってあげてもいいかなっていう。俺らやりたくないじゃないですか。やりたいからね。あ、じゃあありがたいね。ビビンだ。でも俺ら洗い物やるよって感じですか。関東ははい。地方のご飯屋さんでどこが一番好き？俺大阪で言ったら今日言ったルイージさんとか、ああと横にある A ライテあ、偉いけん。よく行くんですいいよね。よ。やるぐらいですね。ありがたいよね。最近あんま焼きそば食わんくない？ちょっと飽きた。ちょっと飽きた。最近マックで夜食食べちゃった。あんと夜食だと何2、3個食う？ハンバーガー。2個っすね。2個2個とナゲット。ああ、すぐ痩せちゃうんですよ。今何キロさ120とかっすね。 ？20か。でこれノロになってうん。5キロぐらい痩せちゃって、うわ、やっと戻ってきた。上のでかき食べたらちょっと生がき。さあ、オープン。オープン。でここに入れるのははい。キムチです。キムチだ。これ昼の鍋だね。汁のっすね。キムチを入れます。そっか、味噌ベースだから大丈夫なんだ。そうっす。キムチ鍋になるのか。一旦周りを消して蓋をしてでまだ入れます。ここに入れますね。おー、菊菜と書いてありますが、はい。もう濡れてもいいや。大丈夫？この高さがちょうどいいんですよ。まあこれあれですよ、春菊。菊菜という名の春菊。菊菜という名の春春菊絶対合うじゃん。菊。キムチ鍋に春菊を入れます。合いますね。大阪でしかやんないちゃんぽんはない？ないですね。逆に名古屋だったら超珍しいカレーちゃんこというものを作るんですけど、なんで名古屋限定なの？名古屋限定っていうかあんま作んないだけですよ。
作りましょうか。いつ？明日とか。あ、いいね。多分不評だと思うんです。あんまり好きな人いないですよ。そう。カレー鍋の肉は豚だよね、やっぱね。豚っす。そうだね。油揚げとか入れる？だからもし明日作るってなったら、油揚げの代わりに厚揚げああ、なるほど。今あるんで。で、人参。人参大根入れないんですよ。あ、入れないんだ。葉物系だけです。葉物系と玉ねぎだけです。白菜とか。だから入れるとしたら白菜、キャベツ、玉ねぎ、ニラ、豚だけあ、そうなんだ。で、そこに厚揚げとか油揚げとか。今回ニラいっぱい届いたんで。あ、ほんと。あ、じゃあいいじゃん。レバニラ作りたいんですよね。いいね。俺食えないけど。食えないね。はい。レバ嫌いなんで。俺内臓系があんま好きじゃないんですよ。ホルモンとかね。ホルモンもあんまりっすね。ああ、いい匂い。ああ、いいですね。で、これであれですよね。生卵ぽちゃん。最高です。最高です。味付け。はい、ほぼめんつゆです。めんつゆと最高です。めんつゆです。いいね、鶏たっぷりで。ちょっと濃いっすか。いいと思う。来た。来た来た。しばっちはあれできるっすか。どれ？そろばん。できません。難しいっすよねあれ。できる？俺も忘れたっす。習ってた？小学校の時あれっすよ。そろばんあったっすよ確か。小学校だったっけ？小学校の時だよじゃあ、通ってたんだ。な。いや授業。一個上じゃない？プレステ触ってないんですよ。なんて？このあれ、はい、紙の毛持ってる。あ、わかりました。捨てちゃっていいから紙はね。卵入れた？よし。これもキヨさん渡す。持って行って。どうですかこれと。ちょっと半熟すぎるんで。あとはちょっと煮て完成ですね。早かったね。得意なんで。さすが作れないと。得意料理。こんなもんすか。いいね。違うっす。え？いや普通に。あ、先輩。献上します。ちゃんこ長に献上させてください。先輩が食べた。どんどんいろんなものを作ってもらおう。一個ずつ得意料理増やしてもらって。うまいですか。あ、うまいね。おお。これにか。うわ、これ。ちょうどいいと思う。めっちゃうまいね。
なんか期間限定らしい。ホタテショー。これは一番うまいじゃん。一応うまいです。前の時覚えてない。8年前。行きましたね。何歳で亡くなったんですか。14。だって18年やからもう7年前。去年結婚してこんにちはね。入門して15年。友達を知ってる。知ってて、ほんで話してたら、アメ村のロックとかしてる子らの若い子らが集まる。あそこのだからここ一緒にいうか出身同じだから。お母さんが出身やお母さんそれアクアと言ってんのアクアと言ってんのほんまにめっちゃうまいな。そうだよサンバと相撲からほら見て電波それは地位日本賛成やからあかん明星好きをそれタラが毎回決め顔してるやつの動画のコメントに毎回明星好きを何分何秒みたいなコメント入ってるんですよ。これ倍以外です。これ小浜商店街ってこの住吉大社の目の前に商店街なんですよ。ありがとう。爪楊枝でこう個人でいつも俺が行ってるお店なんですけど。そうですそうです。気づいたらしいですよ。爪楊枝でこう個人でありがとう。はい。いやその時は車ゲスペスちょっと待って何食べこれとどう？美味しいよね。カズとも混んでる。何失礼します。ばあば1枚あげようばあば1枚やろう5人ぐらいで行こう何が嬉しいか電座もいっぱい置いてあるんですよ。何作ってほしい？人の花ばあばのビール言ってきてよそれはイヤホンしてやってるんですか。そんなんじゃない。腹痛いし、お腹痛いし。おばちゃん何うろうろしてるいや今いや飯食え。ガストシューマイちょっとだけしばっちりあげてあとで。
とこ住もうかって初めに言うとって家見に行くじゃあ、隣に隣あけぼのにもらいがやっぱり隣の隣の線だけだけど汚いところのそれ間に1軒ぐらいあったのにでパッと裏見てすごいからご飯だったりやめそんでたら近所さんになってたりねでもあの辺は今ないのよハウスが最近3年980万3年7年片付け終わったの3時半とか糸見もリガーこれはすごい綺麗になってるらしいよ。まだ完成はしないんで、なんか屋根みたいになんかできるらしい。そこはまだですけど、堤防がなんかすごい綺麗にして。あこれがまだできてないけど、まだなんか今作りとして屋根みたいなもうちょっとしたり、出たようなでも土手は綺麗に。でも次行ってて、神戸空港の沖に船で行ってて。で神戸空港降りてくるのにこう海にこうランプみたいなの落ちてるやん、あそこのその湿地のとこつっててやんか、ぐわー降りてきてる、ほんまにそこでこれ海にランプあるやん、あそこのその湿地のとこつっててやんか、ぐわー降りてきてる、ほんまにそこでこれ海にランプあるやん、その下のそこの鉄柱についてる魚釣ってて、だから向こうが降りてくるとき大丈夫なんかその上ブワーって降りてくる。海にランプとかあるのあるやん、あそこほら、すぐ海やん。こういうのが。でもあれ、関空は絶対無理やした。警備上で。国際空港やから、絶対あそこはもう来るのが、昔大橋の夕日で降りてくるから。自分で作ったやつをカットが作ったこれ、それ持ってなかったから、釣りしてる場所なかった。せやけど、神戸空港やから、なかなか来えへんの、次が。便数少ないから。足し算勉強してるからさ。今けど神戸空港足し算簡単なやつやったら。あそこもまだもう、あれだ、何点国際のあれは。もうまだかも多分100点でもめっちゃうまかったね食べたさっき味見ね味見でももうあれ関空もちょっとやるだけでもすぐよ。ちょっと難しいな。スカシャ無風やめて前からありましたよ。無風やめてみんなようそれ言う。です。ごめんなさい。それごめんなさい余計にそれ余計に言うんだよ。ちょっと飲んでるもんで。悪い。よう飲んだ。いっぱい。もういい。お茶あるか。お茶ちょうだい。ちょうだいありがとうございます。そのまま大丈夫です。水玉なんて気持ち悪いから一番短いので剃ってるみたいに見えるぐらいでやってる。ほんなら汗がかいても水玉になる。いやもう一緒やね。サラダに入れたりとかしてさ。何言えんかって言いたいっていう。そうや。旅行とか行けるやん。昔ながらのほらお侍見えていけるやん。みんな飲めるよ。行儀悪いって話や。
だけど全然さっぱりしてます。はまだあるんだよな。薄いな。薄いというか。ばあば、写真撮ってもらおうか。あれもデザインも絡まれると絡まれると。ちょっと手前。はい、はい。無学絡まれると。はい、ちょっと手前。はい、はい。無学はい、ばあばで。はい、はい。それ撮ってもらう。はい。横綱がらへんから大丈夫やって引っ張られへんわ。よいしょ、はい。行こう行こう、はい。こっちはカメラマンやから。よいしょ。ばあばと撮ってもらう。はい。僕はもう最近高いおっちゃんとったら。そうやで、おっちゃんと高いで。よいしょ。横綱に弁当ね。あ、可愛い。はい、大きい。よかった。覚えてない？それ相撲取ったやん。綺麗で。まだ覚えてるな。ほら、あ、ロスク側にそっち見てない。よかったな。あ、よかった。そうやな、よかったな。はい。おいやん。おと、ほら。ほら。いや。ありがとう。もう一等適当ってしゃあない。どうもいかないと思う。そうやね。それがあかんのが。あかんのか。顔比べたら全然違うよ。顔並べな。よかったな、写真撮る。え？あ、そうなの。あんな。やっぱりそれをもずく食べます。お、来た。いただいて。早っ。美味しいです。美味しい。美味しいです。で、その手でよ。おお。レベル高いね。君レベル高い。音も写真撮ろうか。花見たらいいんじゃない。音。ここ見る。真ん中をこう見るようにしとこう。メッセージ写真撮ろうか。お茶を2枚ぐらい。余裕で上がる。どこ向いてんだよお前。カメラ向け。口から食い物取っちゃった。言い合ってんのに急に2人でこう。カメラに。シュワッチが合図のよー言ってくれない。急に始まるつかねそれ。急に入ったら笑うでしょで。よー。はしゃいじゃった。急に大騒ぎしてはしゃいじゃったよ。取られてるから出しちゃダメです。取られてるから出しちゃダメだよ。やめてよもう。タイミングむずいんだよ。手ありにする。手あり。喋ってもらってそれ。急にこうお椀置いて。全然あれじゃない。食ってる。シャバシャバじゃん。食ってんのにみたいな。シャバシャバ好きだ。それ嫌いとか言ってるじゃん。好きじゃないです。親子好きじゃないの。かけんが好き。別で。よー。白目向いてる。カズが白目向いてる。白目白目向いてたっすね。よー。一旦白目向いちゃそれはそうでしょ。こうしたやつでいけるんですね。でもこれぼやけてるってことは寄り目になってるってことですって。なってない。なってないんですか。今なんかすごい遠く見てる人。これは？これは？すいません。協力的な。そこで欲しかった。ここか。確かに。
数が終わったら取れなくないっす。最後からだね。器の外に米ついてる。数が終わってない。桐生公様、どうした？最近食欲がなくて困ってるんですよ。そんなのは簡単さ。世の中にはいろんな食材調理方法がある。ただ人間とのは残酷なもんで、それですらお腹を空かせなくなる。そんな時は簡単、方法はただ一つ。脱ナビ YouTube 見ろよ。てん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 。アマジョーカー。